い、エルキブーをエレキブーと間違えて呼んでた時期があるこの手です。その手だぜ。みんなのアイドル、ゆいなちゃん。いやー、エルキブー実装まで来たということは7勝も近いですね。まあ、今回は70万人突破記念だからストーリーに出てくるとは限らんがな。意外と早いね。というわけでエルキブーの解説をしていくわけですが、実装前は回避解除や HP 超回復があり人気サバだから期待されてたよな。最強の一角って金ピカに言われてたもんね。本体性能は抑えめでそれほどなんですよね。ガガーン。もしためになるや面白いと思ったら、チャンネル登録お願いしたボタン、よろしくね。性能を競い合うんだね。ということで軽くどういうサバなのか説明していくわけですが、まずは強い部分から、一応役割があるんだな。的確2匹に回避解除があるんですが、回避強いから剥がせるのは強いよね。なんと強化解除レースをすり抜けて回避剥がせるんですよ。マジか。これはバグではなく本家の仕様っぽいらしいです。そうなの。でも回避解除は強化解除じゃ。そう、一から強化解除と錯覚していた。だと、強化解除ではなく回避解除、すなわち強化解除耐性冷凍の影響を受けない。よって、回避を解除する。何これ。有料をやってるんですかね。といった感じになみこさん、アットムソ、下向きなど、回数回避持って強化解除耐性レースをつけて、解除できないムーブが強かったですよね。ダミスとかは特に噛み合ってたよな。それを剥がせるんだ。そうなんです。そして自分は一方的に回避つけて戦えると。このスキルはかなり強力だな。まあ、スキルで回避持ちに日だまり持たせることで対策できますけどね。しかし、このスキルだけでも釣っていけそうなんだが。ところがどっこいモーションにかなり癖がありまして、クイック1はサーチ攻撃なのですが走ってる敵に当たらず、アーツは当たりはするんですがかなり軸ずれするんですよね。かなり初段当てるの難しそうだな。そして周りをぐるぐるされると攻撃が当たらず、それされると怠慢かなりきついです。だが初段しっかり当てれば2段目クイック1のサーチ攻撃で回避されても当たるんじゃ。それが運営もエレスキガルやオジマンの過去を考えて、範囲が狭く、追尾性能も低いので回避食うのは難しいサーチになってしまいました。ここでオーブ。呼び起こすは星の息吹。人と共に歩む僕ゆえにエルマ・エリシサーチ攻撃の強みが薄いのか。おまけにクイック自体の癖がすごく有効な使い方は今後の研究次第です。ここに関しては伸びしろあるかもね。現時点ではちょっと厳しいかなといったところ。戦闘内は難しそうだね。3式の超回復では間違いいいのですが、火力スキルがバスターとアーツまたはクイックどちらかの性能 50% アップ15秒で、安定しない上に時間が短く火力面に乏しいです。2式の回避で一気に火力で持っていくムーブは厳しいわけか。まあ、一番手はダメージレースで負けそうなので厳しいですね。じゃあ、使うのは難しいのかな。実は使い道があって、サポ式要員として優秀なのですよね。加えてクイック3枚は2、3番手で採用されやすいしな。では、肝心なサポ式は何を選べばいいかというと、2式の回避解除が強いです。確かに強化解除耐性レースを監修するのはでかいよな。おまけにサポ式のチャージタイムも短いので割と打てるみたいです。サポ強化解除のチャージタイムが70秒と強力な分長めに設定されてますが、エルキブーのサポ2式は回避のみ解除ですが回避おまけについて、なんと35秒なんです。1回強化解除する間にエル気分のサポ式は2回回避解除できると。あれ、強くない？一斉の相手にはすごく刺さると思います。やっと勝ったか。奴は大変なものを盗んでいきました。なんだよ。あなたよ。回避です。やかましいわ。そう考えると3番手では性能のハードルは下がり、サポ強化解除が加工された場合かなり重宝するかと。3番手対面だとキャスニキ、ハサン、ジャック、ダヴィンチ、ファントムが想定されるな。キャスニキとハサンの回数回避を剥がせれば戦闘力は大幅に低下しますし、ジャックの回避も解除可能。ファントムは2両解除できますし、ダヴィンチには近接で攻める。なので3番手想定される相手には強く出れると思います。2番手の相手が残ってる場合は、きついかもだけどね。3番手の王に、俺はなる。みたいな感じかと。それってかっこいいのかどうなのかわからないのですが。勝てればいいんだよ、勝てれば。ダメやこいつ早くなんとかしないと。こっちはどうやったら活かせるか必死なんですよ。っていうか、3番手も立派な仕事だよ。茶番してすいませんでした。無駄に洗練された無駄のない無駄な動き。ということでここからは細かい性能と、どう使うかの解説をしていこうと思います。競い合うんだね。まずは強いと言われるスキルから、
1スキは自身のバスター&クイックまたはアーツ性能をランダムにアップ15秒です。倍率は全て 50% でかなり高めだが、バスターは確定で、アーツかクイックどっちかが上がるのですが安定はしないですね。クイックとアーツどちらに寄せればいいかわからないからな。おまけに秒数も15秒と長くはないので、たまに火力出せますが使い勝手は悪いかなと。せめて30秒呼吸と鋭角性だったらよかったね。お次に2匹、単体のスター発生率をダウン30秒&回避状態を解除プラス自身に回避8秒。スター発生率ダウンの倍率は 50% だがこれはおまけだな。大切なのは回避解除と回避で、先ほども説明しましたが回避解除は強化解除耐性を貫通するため、霊装や耐性関係なく回避を剥がせます。パニックとかがヒデさんとかに刺さるよね。そして自分には回避つけて一方的有利を取れると、このスキルがエルキブー最大の特徴と言えるな。かなり強いスキルですね。ですが火力スキルが乏しくモーションも微妙な関係から一気に勝負を決めれないです。霊装やサコスとキリバフなどで補うのも手だな。サポチェでは35秒と回転率も2から2、3番手に編成するのがおすすめだね。お次に3匹、自身の HP を超回復&弱体状態を解除です。HP 回復はなんと驚愕の1万だぜ。すぐ回復するね。これでは持ちが良くなり、やられたらまずいシーンなどでかなり重宝します。1試合目を見てもらうと回復で勝てたシーンがあったな。ですが火力インフレでこのようにワンコンで解ける悲しみがありますがね。スイガーは火力高いの多いからね。そしてチャージタイムがスキルまで220秒なのでほぼ1回しか使えないです。これは何回も使えたらヤバいからと意図的に調整された感じだな。デメリットはありますが弓王や剣式の HP 回復5000があるのでちょっとやりすぎ感はありますね。弱体解除がかなり使いにくくなるからな。1回しか使えないとなると HP が減ってる時か、スタンコーブ狙われてる時以外は絶対解除目的は不通症ですね。弱体解除が少し腐り気味になっちゃうね。スキルを全体的に見てみると、火力バフは瞬間的で安定しないですが、超回復や回避もし、さらに回避解除もできる耐久向けのスキルですね。部分的に調整された感はあるがそこまで悪いわけじゃないよな。刺さる相手には刺さる感じですね。ですが問題はモーションと宝具性能にあるんですね。そうなんだ。まずはクイック1。これは射撃属性とサーチが特徴の攻撃です。そして自身は移動せず若干離れたところに攻撃する、距離が短い遠距離攻撃みたいな感じです。射撃属性でサーチは修正前の自慢や、エレキガルにあった約束された強モーションだったよな。ところがどっこいそうでもなくてですね。サーチ攻撃は走ってる相手には当たらない特徴がありまして、なので2段目以降に置くのが強いとされています。初手クイックは使えないわけか。これに関しては初手には足を置いて2段目クイックとカードきっちり選べば問題ないです。じゃあ、何が問題なの？サーチが強いのは回避されても追尾して攻撃が当たる自動回避狩りができるところなのですが、クイック1は範囲が狭くて追尾しないので自動回避狩りほとんどできないんですよね。ではサーチの強みは？正直この性能だったらサーチなくして射撃属性の攻撃のみの方が強そうです。射撃属性ってだけで強いからな。結果クイック1は初手で封じられサーチのメリットもあまりないので、実質初段で使いにくい射撃属性って感じです。あれほど騒がれてたサーチ攻撃だから意図的に調整された感じだな。サーチ攻撃はやばいと前回の教訓を生かしたのは評価できるのですが、ちょっと今回は抑えるのやりすぎちゃったかなと。調整頑張ろうという姿勢は見えるな。これでサーチ攻撃の追尾強くしたらやばいですから調整難しそうですね。まあ、今後の調整に期待だね。射撃属性は強いのでサーチのことは忘れましょう。お次はクイック2。これも射撃属性でその場で短い射撃攻撃みたいな感じです。これも射撃属性か。ですが攻撃に誘導があまりなく走ってる相手には当たりません。追尾が弱い感じか。これは追尾強くする感じで修正してほしいですね。あとクイック1とクイック2の攻撃逆だったら良かった気がします。お次にアーツ1。ややリーチがあり噛みつき性能は割とある攻撃です。これが初手安定そうだね。タメがあるので少し避けられやすいかなというところもありますが、これ軸ずれ結構あるんですよね。おまけに周りくるくるされると攻撃当たらないんだよな。これがあるのでタイマンちょっときつい場面があるんですよね。クイックの攻撃誘導強化もしてほしいですが、個人的にアーツ1の軸ずれを一番直してほしいです。初手がしっかり当たらないと戦闘きついからな。クイックは射撃属性なので最悪回避眼でどうにかしますが、初段しっかり当ててくれないのが一番辛いですね。お次にアーツ。これは普通の攻撃ですね。お次にバスター1なのですが、バスターなのでもちろんためはありますが、バスターの割には発生が早いので割と使えます。まあ、さすがにタイマンでは初段厳しそうだけどね。やるとしたら後ろから横やりして当てる感じですね。バリバリのカット合戦では攻撃出す前に止められるので難しいけどな。バスターには普通のバスターって感じです。
そして EX アタックがサーチで使いやすそうではありましたね。3番手適性がより高まってる感じだな。そしてカード選びとしては A 級級が基本となりそうですね。射撃属性2番目あるし1つ多いから MP が割と溜まるしいいな。で、肝心の宝具なのですが、お自慢型で 1.8 秒の単体宝具なんですよね。なんでこんなに長いんだ。説としては2つあって、今後 1.3 秒宝具を修正するから説とスキル強いから他を性能を抑えました説がありますね。通常よりひどい説もあるけどね。正直これはきつい気がしますね。宝具の確定どころがノックバックぐらいだしな。弾もサマーの 1.0 秒のぶっ壊れ宝具と比べると悲しみです。せめて 1.3 秒宝具にして欲しかったな。こんな感じで相手を倒す手段だとベジータの1番手ではかなりきつめですね。3番手のサポ中応援で使うのがメインっぽいね。まあ、単に慣れてないからかもしれませんし、3番手としては有用なので1枚は引いておいた方がいいと思います。他に理由は？ホームズみたいに修正入った後強くなるパターンを予想してるからですね。一つ強化された例があると今後期待できるね。今後評価が変わるような動きがあればまた動画にしたいと思います。まあ、足は純最速12だし何か評価あれば化けるかもしれないからな。最後に横からモーションを見て終わりにしたいと思います。ということで画面変わるね。クイックは画面外なのでアーツからだな。スローモーションで見てみると、7マス組み込んで、リーチは2マス。最終的には11マスと割と長めだな。お次にバスター。バスター特有のためで、8マス組み込んで3マスリーチで最終的には11マスだな。さて、今回はここまで。本日もご視聴いただき、ありがとうございました。もしチャンネル登録してくれると、ドレイク、イゾウさん、アストライアを中心に動画を上げていくので、見つけやすくなるぜ。チャンネル登録者1000人目指してるから、チャンネル登録してね。高評価もお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。またねー。